よし。始まりました。第36回のウーバー近況報告ライブ。今実はサイバーパンク2077でちょっと近況ライブやってみようかなと思っていろいろやったんだけど、実際動かしたらいろんなものを動かしてるから多分メモリが足りなくなって、この RVC のドイツチェンジャーとかもおかしくなるし、ゲームのフレームレートもガックガクになってたからダメだね、サイバーパンクでこういう配信やんのはなあ。パソコンの性能がね良ければいいんだろうけど古いからね。古いのを頑張って動かしてるってか状態だから、まあもうしばらくこのフードデリバリーシミュレーターでやるか。問題落ちけないしな。で今週は今日は行かなかったんだけど、月火水って言ってまあそれなりに10何回ぐらいかやれたかな。でなんか単価が上がったのか何なのかよくわかんないけど、マックデリバリーが320円の割になんかその辺の牛丼屋が390円だったり、ちょっとよくわかんない単価だったね。なったのかね。ただもう明らかにさ、冷め切ってる料理、まあマックも含めてね、それを運んでる感じがしたからたらい回しにされて値段が上がってるだけなのかもね、あれ。まあお客さんがね家で電子レンジ使ってくださいって話だし。でウーバーからなんかクーリエとかいうのが始まるってきたけど、あれよく読んだらさ、個人の荷物を運ぶ仕事っぽいよね。てか注意書きにさ、拳銃がどうとかさ、薬物がどうとかさ、違法なものとかさ、そういうのは運ばないでくださいとかって普通に書いちゃってるしさ。ってことはそれが想定されるってことですよ。あれ誰がやんだろうね。その違法薬物とかがもし仮にさすごい厳重に梱包されててさ、で何らかの理由でパトロール中の警官とかにさ、ちょっと免許証拝見みたいな言われてさ、それと次に荷物ちょっと見せてくれるってなった時にさ、あれこの匂いはとかなんかそんな感じで警察に捕まったとしたらさ、あれウーバー責任取らないでしょ。責任を取るって書いてないよあれ。いやあれはちょっとリスク高すぎるでしょ。拳銃とかさ違法なものって分かったらさキャンセルしてくださいとかね。なんじゃそれって。でもキャンセルしてもペナルティーはありませんみたいなこと言ってたけど、でも
キャンセル率は下がるんでしょ結局。クーリエのキャンセルだからキャンセル率はそのまま維持ですよなんてことにはしないわけでさ。だから結局違法薬物だろうが拳銃だろうがテロの準備品だろうが運ばざるを得ない。キャンセル率を落としたくないならね、そんな仕事になるんじゃないの。なあ、ウーバー系の YouTuber の人とかがさやってくれると思うんだけど、それね、様子見だね。結構前科がつくんじゃない？そんなのやってたら。違法なもの運んだらさ、空港警察24時とかでさ、なんか知人に頼まれた仏像の中に違法な薬物が入っていたみたいな。でもう結局それ運んだ人の犯罪になっちゃうわけでね。前一人ぐらいそういう人が出た時にウーバーの反応を見れば、ウーバーが配達員をどこまで守るのかとか、そういうのが分かんのかもね。なんか X でスクショ上げてた人が、クーリエはボタンでオンオフができるらしいから、やりたくないって人はもう現金オフみたいにできるわけでね。そういえば TikTok Pay も一回もやってないな。フラットレートは相変わらず毎日のように余ってるしね。ああ、そう、320円のダブル、あれやっぱり320円でさ、まあやったんだけどさ、やっぱやる価値ないよね。クエストを追わない人はもうやっぱ解体するんだろうね。てかいまだに320円のダブルを平気な顔して送ってくるっつうのはね。ロングだな。最近自転車に対してさ 7.8 キロ910円みたいな、ギリギリ1000円もいかないよみたいなさ、そういうのを普通に飛ばしてくるようになってるからさ。でやっぱああいうのは誰かに言ってダブルをさ解体されたやつなんでしょ多分。まあ場所によってはそれでも言ったりはするけどさ。
年末ね、まあまだ1ヶ月ぐらいはあるが。あ、今日出前館からメールが来て、長い間配達をしてないようですが、よければ配達をやりませんかみたいな。そんな長い間やってなかったかなと思ったんだけど。で、年末のこの時期は稼げることが予想されるので、ぜひ稼働してみてくださいみたいな。まあ稼げる、まあ稼げるんだろうけど、でもなんか問題起きた時に出前館は逃げるしね。なんかフラットレートと違ってクーリエはあんまり話題に出してる人がいなかったね。っていうかすでに地方ではやってるらしいから、そんなこと誰も言ってなかったし、笑いにもなってなかったんだな。遠いなこの家。あとなんかクエスト、まあ安いんだけどさ、なんか5段階ぐらいになっててさ、あれそんなに吹いてたっけと思ってさ、クエストのそういうの変えますよって一度も言われてないんだけど、やっぱウーバーはヘイペクなしで勝手に仕様変更するからな。そのうち一回外配信でもやってみようかな。やっぱこうやって家でリラックスしながら喋ってるとあんまり怒りのボルテージがないからな。やってる時は結構ムカついてることも多いんだけど、でも外配信するんならいろいろ設定をしないとな。
ポチさん。ああ、やっぱり縦だと少し見てくれる人が多いんだね。わ、引かれた。あ、そうだ、思い出した。この音楽好きなゲームの昔のゲームでよくじゃあなんかフリーの音なのかな。まあ YouTube 側が警告とか出さないから、まあ安心してこのゲームで使ってる曲をそのまま流せてるだけで。なんかこのゲームで作曲したものではなかったのか。あれ、さっきの久々にオーバーでやってた時にムカついたお客さん、久々にいたね。っていうか、一軒家でさ、小札をわざと置いてない人とかさ、注文しちゃダメだよね。最初のは算数はむずい。そういうゲームってこと？そういうゲームの BGM でこれが流れてたんだ。なんでゲームだろう。でも古いやつだからね、多分。だから最近 YouTube でさ、例えばフリーの音源、その作った人がなるほど、そういうゲームか。でそのフリーの音源を作った人が著作権フリーですってやってるにもかかわらず、その曲を使ってると著作権侵害でなんか警告が来るみたいなことを言ってる人が数人いて、でなんかその権利を持ってるのが全くの別人っていうパターンが多いらしいね。名前はベビーなんとか。なんだろう。そうで、その結局著作権フリーの曲でも
全くの別人が著作権を主張して広告収入が剥がされたとかなんかそんなの言ってる人多いしね。でもこの曲は別に何も言われてないからまあ平気なんだろうな。なんでこれにしたの？ああ、このゲームっていう意味？ウーバーイーツっていうフーデリをやってて、まあそれの一人口みたいなそんなをやるライブなんで、こういうフーデリのゲームの方が思い出しやすいかなっていうそういう理由なんで。結構このフードデリバリーシミュレーターは早期アクセスの割には作ってあるから結構できるね。ああ、曲のこと？いや、このゲームの BGM だから。なるほどなるほど。もうだからこのっていうかそれがもし本当に同じ楽曲だった場合、このゲームが無断使用している可能性すらあるって感じじゃないですかね。そもそもこのゲームで流れてる BGM がそのデビーなんとかで流れてたのともう同じものなのかもしれないし。ああ、もう9時か。でもそっくりなんだったらこの曲もしかしてフリーなのかも。そもそもがブラジルの丘のポルパはまあ変えられるっていうか、うまく BGM にすることも可能ではあるけど、いやまだ何年前に生まれた。まだこれ早期アクセスゲームだからまだ正式リリースもしてないゲームなんでね、ぶっちゃけ正式に生まれてはないレベルっすね。でも早期アクセスが長い。一応2025年の5年ぐらいに発売予定みたいにはなってたんだけど、未だに正式リリースはなくて、
であれだ、その一軒家の話。小冊がない一軒家はルーバーとか注文すると大体の人は説明書いてくれてるんだけど、その一軒家はピンの位置が家じゃなくて道路になってて、小冊もうそこのエリアの数点がなくて、ってことを最近、そう、まだ最近っすね。で、小冊がなくて、名前もなんかふざけた、なんだったかな、なんたら先輩みたいに書いてあって、それ人の名前じゃないでしょ。届けてほしいんだったら表札は山田ですとかなんかそういうのをお客さんの注意事項に書いといてほしいよね。で結局メッセージ送っても反応がないから電話したら、まあずっと嫌そうなおじさんが出てきて、まあお気配だったけど直接受け取ってくれたな。ってことはこっち22年の歴史を持ってるから、おーい。フリーの音源なんだ。そう、YouTube からも警告が来ないってことはまあフリーで確定かな。うるさい車だな。よし、今日はこれぐらいで終わらせようかな。サイバーパンクでこういうウーバーの近況ライブやろうと思ってたけど、重すぎてねダメだっていうのが分かったから、まだこれでやるしかないか。よし。このライブは毎週木曜日と日曜日の夜あたりにやったりやらなかったりしています。
もしご縁があれば、あ、チャットコメントあたりでもお願いします。ホッチさん、今日はありがとうございます。最近のアメリカの停電のせいで、あ、そう、サイバーパンクの話かな。あー、なんかそんなのチラッと見たかな。停電のせいなのかな。なんかスチームが動かなかったっていうようなのはなんか見たけど、まあさっきちょっと動いたんでね、サイバーパンク。でもその代わり重すぎてこのパソコンではちょっと無理だったという感じ。まあいいや、とりあえずポチさんありがとうございます。コメントしていただいて、それではまた来週、いや日曜日ぐらいかなにまた配信いたしますと。お疲れ様です。